はい、こんにちは。大阪の福島で、中国菜フェーブという、お店をしてます、代表の畑川です。今日は私の地元の食材を使って、ほろ酔い豚のホイコーローというお料理を、作って紹介していきたいと思います。はい、それでは、お料理の方を作っていきます。まずはホイコーローに、欠かせない、豚肉です。こちらの方を、今日は、下味をつけ、一晩置いてから蒸し器で蒸して、そちらをホイコーローに仕立てていきます。下処理をしていきます。豚肉は、半分に大きさを切っていきます。はい、1つの塊がだいたい 250g になるようにしています。2人前で今日は 250g の塊を使っていきます。この豚肉を、今から下味をつけていきます。はい、ビニール袋に豚肉を入れて、下味の調味料、塩、ネギ、生姜の切れ端、そして、米焼酎を入れていきます。お塩は私の地元の秋田県男鹿半島のうまみ塩、そしてお酒は秋田県能代市の日本酒を使った米焼酎を使っていきます。お塩は豚肉の重量比の約 1% を目安に加えていきます。なので 250g の豚肉なので今日は 2.5g の塩を入れています。はい、そしてネギ生姜の切れ端、はい、そして、米焼酎です。袋の中でネギと生姜を少し潰すような感じで揉み込んでいきます。こうすることで豚肉にネギ生姜の香りが移り、そして焼酎で臭みが消えます。塩も塩分を加えることで豚肉が少し締まって、下味もつきますが食感も良くなっていきます。このように全体に塩が回った状態で一晩置いていきます。この塩自体が、とても旨味が強くて、で、うちで、チャーハンを、振る時にもですね、このお塩を使って、調理しています。やはり、塩角が少なく、そしてですね、食べた時に、こう優しい味わい、ミネラル分を感じる、そういった、状態の塩なので、オープンしてからずっとですね、愛用させてもらってます。一晩経ったものがこちらになります。調味液がですね、全体に肉に吸われて少し少なくなったようなイメージ感になります。ではこちらをですね、今から85度の蒸し器、ご家庭でされる場合では中火もしくは少し蓋を開けた蒸し器でですね、約30分蒸して火を通してください。それではこちらが蒸し上がりです。30分蒸した後のものになります。一応ですね、針を使って火通りをチェックしていきます。この時に赤い汁が出るようでしたら蒸し時間が少し足りません。なのでその場合は追加で10分ぐらい蒸していただいて、透明な液体が出るぐらいまでの火通りにしてあげてください。少し冷ましたものがこちらになります。はい、周りの油が少しこうやって冷たくなって白くなる、はい、これぐらいが切りやすいちょうどいい温度帯だと思います。座りがいいように少しだけお尻の部分を削っていきます。はい、そしたら一口大の大きさに成形をしてこちらの方を切っていきます。はい、85度の蒸し器で一度蒸しているので火通りがとてもいい状態になっています。切る厚みはだいたい包丁の厚みのちょっと分厚いぐらい、2、3ミリぐらいの厚さで切っていきます。はい、これで豚肉が切れました。次に副材料の紹介です。まずは、旬の万願寺唐辛子、もちろんホイコーローですのでイメージ的にはキャベツなんかをよく使いますが、もちろんキャベツでやっていただいても構いません。今夏の時期ですので、当店では万願寺唐辛子等を使った、夏のホイコーローとして、普段提供しているようにやっていきます。はい、それとですね、薬味で白ネギ、はい、そして欠かせないのがこの葉ニンニクです。麻婆豆腐なんかにも入れる、ニンニクのですね葉っぱ、こちらの方をですね、入れることでぐっと本場の味に近づいていきます。なかなか手に入らないっていうコメントいただくことあるんですけど、
何か代用できたりとかっていうのはありますか？はい、葉ニンニクがない場合は長ネギにですね、少しニンニクを多めに加えて、代用することはもちろん可能です。で、あとはですね、トウチ、こちらも、刻んで入れていきます。あとはニンニクの薄切りですね、こちらの方も薬味として今日は使っていきます。まずは万願寺唐辛子でヘタを切っていきます。こちらを一口大の切っていきます。斜め切りですね。はい、最後上の方はですね、縦半分に切って火通りがいいように揃えていきます。はい、こちらをですね、水につけていきます。はい、水の中で少し洗うことで、余分な種ですね、こちらの方がこのように浮いていきます。そしたら水分を切って準備をしておきます。種を取らずにそのままお料理に入れていただいてもいいんですけども、やはりこの残った種が、仕上がり様子ですね、少しきれいにしませんので、はい、なので一度さっと洗って、水分を取っておくといいです。次に薬味です。長ネギは半分に切り込みを入れて、はい、約2センチ幅ぐらいに切っていきます。はい、切り込みを入れることでお味が入るってことですか？味も入りやすいですし、あと火が通りやすいですね。ホイコーローってわりかし短時間加熱のお料理なので、中に火が通りにくい野菜なんかが入ってるとそこにテクスチャー持っていかれてしまうので、はい、なのでできるだけ全部が一緒に炒め合わせられるようにというような、はい、感じにしています。次に葉ニンニクです。葉ニンニクは太いところに切り込みを入れていきます。これも先ほどのネギと同じように2センチ長さぐらいに切っていきます。こちらもネギと同様にお水につけていきます。はい、でネギはですね、重なってますので、炒める時に火が通りにくいので、お水の中で少し揉み込みながら重なりの部分を外していきます。また葉ニンニクは水で少しこうやって揉んであげることで香りが立ちやすくなります。はい、じゃあこちらの方も水気を切って準備しておきます。じゃあ次にトウチですね。こちらは粒のまんまで、今日は準備していますので、刻んでいきたいと思います。はい、このようにみじん切りになりました。あとはですね、炒めていくときに、使う調味料のご紹介をしたいと思います。ホイコーローですから、まずは豆板醤、こちらの方は、うちのですね、地元の、豆板醤を準備しています。三種町というところ、はい、こちらで、作っているですね、豆板醤です。大豆味噌に、秋田県で採れたそら豆を加え、そして唐辛子、食塩などを加えて作ったものです。辛いのがお好きな人にはこちらの辛口タイプもございますので、はい、どちらでやっていただいても結構です。今日はですね、こちらの、辛くない、タイプの方で、作っていきたいと思います。そして先ほどご紹介した、米焼酎、こちらの方で香り付けをしていきます。はい、中国料理では、パイチューと呼ばれるですね、焼酎、を使うんですけども、こちらは純米吟醸を使った、焼酎になります。ですのでですね、コーリャンとかを使った時のフルーティーな香り、こういったのがうまく表現できると思いますので、今日はこちらの方で香り付けをしていきたいと思います。はい、それでは作っていきます。はい、まずは強火で鍋を焼いていきます。はい、煙が出るくらいまで鍋を焼きましたので、ここに油を加えていきます。はい、熱い鍋に油を入れることで油のコーティングができます。これを鍋慣らしと言います。はい、そしたら中温まで熱していきます。はい、中温まで熱したらまずは万願寺唐辛子を油通ししていきます。は
はい、半分ぐらい火を通ったら油を返していきます。次はですね、豚肉を入れ焼いていきます。はい。できるだけ重ならないように、はい、並べていきます。ほんの少しぐらいなら重なってても大丈夫です。はい、一度蒸し器で火を通しているので、じっくり焼くことはありません。強火でですね、香ばしさをつけていきたいと思います。豚肉の美味しい脂が、徐々に出ていっています。このようにですね、焼き色が少しつけばですね、一度ですね、肉を混ぜ合わせていきます。はい、このように肉が焼けたらですね、これ以上硬くならないように一度取り出しておきます。この時に鍋に残った油は返さずに捨てずにですね、こちらの中で薬味、豆板醤を炒めていきます。こちらは豚肉の美味しい油なので残しておきます。まずはニンニクの薄切り入れていきます。弱火でじっくりと炒めてニンニクの香りを移していきます。はい、ニンニクがですね少し色づいてきたらですね、次に豆板醤を加えていきます。先ほどの真心豆板醤です。豆板醤は油にですね溶かし込むようにして炒めていきます。少し炒めてあげることで油と馴染んで油がラー油のような少し赤色になります。はい、そして香りも上がってきました。はい、そしたら他の調味料を加えていきます。まずは甜麺醤、そして甘酒、チューニャンです。こちらも一緒に炒めていきます。はい、全体が馴染めばトーチー、そして先ほどの豚肉を戻していきます。はい、豚肉に薬味が絡まればここにネギと葉ニンニク、少ししんなりとなったらここにお醤油を加えます。はい、お醤油少々入れます。はい、これでもう十分美味しい味になっています。はい、最後に万願寺唐辛子、はい、そして焼酎のアココですね。周りから入れていきます。はい、蒸発をさせながら最後に炒め合わせていきます。はい、そしてスープ少しだけ入れます。スープを入れることで味が全体に馴染みやすくなります。スープを入れた分ほんの少しだけ水溶き片栗粉、はい、最後にラー油を加えて仕上げます。はい、これで出来上がりです。はい、こちらで、ほろ酔い豚のホイコーローの完成です。いただきます。はい、お願いします。今日は旬の万願寺唐辛子を使っていただきましたけども、他の季節はなんかどういったお野菜をお使いになられるんですか？春はですね、はいやはり春キャベツのホイコーロー、はい。で、冬はですね、下仁田ネギとか、そういった、ネギが美味しい季節はそういったものをしてます。で、年中作るとお客さんの飽きがあるので、はい、秋の季節は、キノコのホイコーローはせずに、はい、ホイコーローはやめてますけど、はい。青いお野菜がやっぱ合いますか？そうですね。本来はこの唐辛子とか、はい、あとは
葉ニンニクうんのみで作るお料理なので、はい、そういったテクスチャーの香りとかあるものはやっぱり合うと思います。美味しい。このなんか豚の厚みがすごいいいですね。他のお野菜と一緒にこうんうくるんで食べても、うんあまりこう重たくならないような厚みっていうのがだいたい2、3ミリ厚さ、はい、だと思いますので。豚感がすごいあるけども、そのなんか厚すぎないというか。そうですね。あとはまあ下味を入れて、あと柔らかく蒸し上げているので、硬く仕上がらないというのも一つ今回のポイントかと思います。そんな辛くないけど旨味があるのがその豆板醤の特徴ですか。豆板醤の真心です。真心。真心感じました。はい、ありがとうございまはい、した。どうもありがとうございます。